じゃあやります。どうぞ。はい。皆さんこんにちは。ヤフージャパンの駒田です。ヤフートラベルの開発部長をしています。皆さんアンプカンファレンスは楽しまれてますか？こちらは緊張で半分も楽しめてませんけど、はい。では早速やっていきたいんですけれども、今日はですね、ヤフージャパンのアンプとサインドエクスチェンジの取り組みということで少しお話をさせていただきます。私の方からですね、ヤフージャパン全体の取り組みと、あとはヤフートラベルの取り組みについてお話をさせていただいて、その後、サインドエクスチェンジの技術部分について、大津さんの方から、ヤフー検索の取り組みについて宗像さんの方からご紹介いただきます。まずはヤフージャパン全体の取り組みです。ヤフージャパンはですね、日本国内向けに事業展開をしていまして、ウェブ検索というプラットフォーマーである部分と、さまざまなサービスを提供しているパブリッシャーであるというこの2つの領域を持っています。で、我々はですね、この2つの領域でこれまでアンプに対して取り組みを進めてまいりました。ヤフー検索はですね、2017年11月からアンプ提供を開始しておりまして、サービス側につきましても昨年来よりアンプへの取り組みを進めております。そこでサービス側ヤフートラベルの取り組みについてご紹介いたします。昨年の7月、ヤフージャパンのサービスでは初めてヤフートラベルがアンプに対応いたしました。結果はご覧の通り、コマースサービスとしては非常に嬉しい数値の改善が得られました。サポートいただいた方々、そしてこのアンプカンファレンスの MC をされている宇都宮さん、本当にありがとうございました。とはいえ課題があります。パーソナライゼーションです。アンプの配信ドメインはサービスのドメインとは異なりますので、クッキーの操作ができなくなります。つまりログイン情報ですとか、会員サービスの提供ということができなくなるというわけです。コマースサービスで会員サービスが提供できないということはすごく致命的な問題なんですね。それもあって、私たちもサービスのメイン画面に対するアンプの導入を控えている状況です。あとは余計なヘッダーがついてくると思います。お客様が見たときにちょっと見栄えが悪いなというような問題もございます。とはいえ可能であればこの素晴らしい体験をもっと拡大したいと、もっと導入したいと思っているわけです。そこで私たちはこの課題に対して取り組みを開始いたしました。サインドエクスチェンジを使うことでサービスのドメインでアンプを提供することが可能になります。サービスのドメインですからクッキーの操作もできますし、会員サービスの提供もできるようになるというわけです。私たちはこのサインドエクスチェンジを使って課題を解決しようと思いました。ヤフージャパンは今年サインドエクスチェンジへの取り組みを開始いたしました。アンプの時と同様にプラットフォーマー側とパブリッシャー側、この2つの領域同時での取り組みです。そして今年の2月、ヤフートラベルとグループ会社の一休がアンプのサインドエクスチェンジ対応をリリースいたしました。日本国内初だそうです。ちょっとアニメーションを見てみましょう。動きますね。はい、トラベルヤフーでアンプが表示されていることがわかると思います。で、Google 検索の方がサインドエクスチェンジの表示をリリースしたとアナウンスが確かあったと思いますので、お手持ちの Android の最新版 Chrome で、検索をしてみてください。とはいえなんですけども、今日ちょっと調子が悪いらしくてですね品川プリンスホテルはちょっと表示できないと。品川プリンスホテル N タワーだったらサインドエクスチェンジいけますよという話がありますので、そっちの方で検索をしていただければと思います。はい、で、私からはちょっと最後になってしまうんですけれども、Yahoo! ジャパンのアンプに取り組んでいるサービスのステータス一覧です。注目すべきは Yahoo! ショッピングが入っているところですね。彼らは非常に高い技術力を持ったエンジニアを抱えてますので、ここがアンプとサインドエクスチェンジのトライアルに興味を持っているというところで今後期待かなと思っています。
ご覧の通り、ユーザーへの素晴らしい体験を求めて Yahoo! Japan のサービスは挑戦をしています。ぜひですね、皆さんと一緒に次の新しい体験を作っていきたいと思っていますので、一緒に頑張りましょう。で、続きましてはですね、サインドエクスチェンジの技術部分について大津の方から紹介いただきます。はい、先ほど駒田のプレゼンでですね、Yahoo! トラベルがSXG 対応したというお話をさせていただきました。で、先ほどこの前のセッション、グロックさんのセッションで、クラウドフレアさんの、サービスの紹介ありましたね。ボタン一つで SXG 対応になりますと、素晴らしい。我々1ヶ月かけてですね、システムを作って、日本最初の SXG をランチしたいうのがちょうど2月の、後半でした。で今回ですね、いろいろ試行錯誤があったり技術的な試行錯誤があったわけですけれども、どういうことに今後、導入していくのに気をつけなければいけないのか、我々ちょっとどういうふうな形で今後やっていかなきゃいけないのかっていうので、ああいうサービスではなく自前で SXC の対応するという場合にどういうシステムが必要なのかということのお話をさせていただきます。SXC ですね、サインドエクスチェンジは実はアンプだけの、技術じゃないんですね。もっともっと広い意味での、ウェブの通信を変える、技術です。で大きくですねそのユースケース2つに分かれます。1つがオンラインで使われること。今回のアンプ SXC っていうのは、こちら側になります。もう1つがオフラインです。でまずオンラインの方からなんですけれども、どういう形に流れるのかというので、先ほどよりもうちょっと詳しく、お話をさせていただきたいと思います。まずパブリッシャーですね、先ほどですと Yahoo! トラベルですけれども、そちらの方でですね、クライアントのリクエストとレスポンスを、パックします。それをそして署名をして SXC ファイルという形にしてディストリビューターですね、我々というとキャッシュサーバー、アンプキャッシュサーバーの方に、載せます。でアンプキャッシュサーバーの方はその SXC ファイルと別にですね、もう一つ、証明書、先ほどあった SXC の証明書と執行情報 OCSP ですね、証明書の執行情報を一緒にして、ユーザー側に、取ってもらうという流れになっています。でユーザーの端末はどうかと言いますと、この2つを、受信して、まず証明書が本当に、正当なものかどうか、気がないとかいろいろチェックをして、次に SXC ファイルの中にある、署名を検証して、表示をするというような流れになっています。でこの一目取りになった SXC ファイルとか証明書というものに関しては、オフラインで端末間同士でやり取りをすると、オフラインでウェブアプリケーションを、割り取りするというような役割も、できるようになっております。SXG の特徴ですね、大きく5つ、お話をさせていただきます。先ほど話しましたけれども、どこから誰からでも入手可能と、ディストリビューターが別に、いろんなところから SXC ファイルと証明書のセットさえ取れればどこからでも大丈夫です。そして、オフラインで、必ずしもそのファイルがあればネットワークに、通信できる環境がなくても、SXG が使えるようになります。そして、これがアンプで長年解決したかった問題です。パブリッシャーの URL で表示。で他にもですね、SXG に、使うための、いくつかの縛りがあります。一つがキャッシュ可能であるウェブコンテンツです。当然ですよね、中にプライベートの情報が入っていてはダメなわけです。パブリックなキャッシュに乗れるといったようなコンテンツがSXG の対象になります。もう一つが短期間有効であるということです。これは普通の HTTPS 通信と違って SXG というのはネットワークを使わなくてもオフラインの状態でも使えるような形になります。そうなるので今までの HTTPS 通信よりもより厳しいセキュリティ状態が必要だということで、最大1週間になっています。1週間以内にまた更新をしていくというサイクルになっています。こういう機能はどういうふうにして、実現されているのか、その中身をちょっと見てみると分かります。SXG のファイルの中身のフォーマットは一番上に書いてある通りです。一番最初は、SXG1B3 というマジックコードが入っています。その次にですね、フェイルバック URL、SXG を検証したときに、失敗した場合に、オリジンのところにアクセスがいくわけですね。
でその次が署名データで、色の変わっているところが署名されているヘッダーですね。ここが署名されるわけです。で一番最後に、コンテンツボディが入ります。実際にはそのコンテンツを全部署名するわけじゃなくて、そこのダイジェストをヘッダーに入れてヘッダーに署名をするという形になっています。こういうことによって HTTP のリクエストとレスポンスに全体に対して署名が入ったことになります。中間者ですね、ここで言うとディストリビューターになるんですけれども、コンテンツの中身を改ざんしたりとか、なりすましをしたりとかいうようなセキュリティ防止にもなってですね、ユーザーの側に届けることができると。それによってブラウザーはセキュリティ上安心して、自分の URL として出すことができるという仕組みになっています。これは我々のシステムの概要です。先ほどのものとグレッグさんのものとちょっとバリエーション違いますけれども、大きくですね4つのコンポーネントが成り立っています。HTTPS プロキシ、SXG ルーターで AMP パッケージャーと AMP サーバー、AMP のコンテンツを提供しているサーバーですね。こちらの方は、SXG 対応前から従来で使っていたサーバーです。この青で書いている3つのコンポーネントについて説明させていただきます。HTTPS プロキシですね。これは今回のトラベルだけではなくて、Yahoo サービスの、多くをですね集約しているものです。インターネットからの HTTPS 通信をすべて集端するような形です。でオプションですけれども、キャッシュの機能を持っています。そして内部のサービスへの振り分けを行います。今回、Yahoo トラベル向けの AMP のリクエストとそれ以外のものというのをこの HTTPS プロキシで振り分けています。次に SXG ルーターですね。これはですね、クローラーが、コンテンツを取りに来るんですけれども、そのボットにですね、我々のサイトが SXG 対応であることを知らせる、ヘッダーを返します。具体的にはバリーアンプキャッシュトランスフォームというヘッダーを返すことによって、ボットの方はですね、ここのサイトは SXG 対応してるんだ、じゃあ次からは SXG を取りに行こうというような流れになります。そして今度来る SXG、クローラーのボットはですね、アンプキャッシュトランスフォームのヘッダーをリクエストにつけて、取りに来ます。そしたらこの SXG ルーターの方はアンプパッケージャーの方にリクエストを流します。そうでなければ通常のユーザーと同じように AMP サーバーの方に投げて AMP コンテンツを提供するという流れになっています。あとこれ以外にもですね、ログとか監視とかいろいろシステム周りの、マネジメントをするような機能も持たせています。その次が AMP パッケージャーです。これは昨日も紹介ありましたけれども、GitHub 上で、AMP、プロジェクトからですね OSS で、提供されているソフトウェアです。これは AMP コンテンツから SXG を生成して提供する機能を持っています。で単に変換するのではなくて、AMP 最適化トランスフォームという、を行います。これはこれまで従来ですね SXG 前ですと AMP のキャッシュサーバーの上でいろいろ Google の最適化が行われてたんですけれども、今回、コンテンツに署名をしてしまうということで改変することがもうできません。ですのでこの AMP パッケージャー内で、最適化を行って SXG として、キャッシュサーバーに渡すということが必要になってきたわけです。でもう一つがですね、証明書と執行情報 OCSP をまとめたデータを生成して提供する機能があります。これができてないと、証明書が古い証明書だったりと証明書の更新ができなかったりとか、本当にバリッドなものかというのの、執行情報を、出すことができなくなります。で、もう一つがですね、先ほどありましたようにパブリックキャッシュに適さないヘッダーとかチェックして削除します。でもしダメな場合にはエラーとかいうふうに形で、行います。で今回中心となっているのが SXG の証明書です。SXG の証明書がないと SXG の、サービスはできません。これは通常の HTTPS の、ECC 証明書、大暗号方式の証明書に、SXG の拡張が一つついたものでございます。でこの拡張がついていることによって普通のウェブサーバーと SXG というのを明確に分けるような形になっています。これを普通のウェブサーバーに使うことは禁止されております。現在デジサート社のみ発行しているものでございます。で来月からですね結構縛りがきつくなりまして、証明書の有効期限が
90日に制限される予定です。そしてその発行先を DNS の登録しておかなければいけなくなりました。DNS の CA レコードの登録が必須化される予定です。我々が導入してきたシステムなんですけれども、結構いろいろ学びがありました。ここで振り返りの方をいくつか挙げさせていただきます。良かったことはですね、既存インフラの影響を最小限にして導入が可能でした。先ほどもありましたように、アンプコンテンツの方はほぼ変更がありません。間に差し込むだけで SXC の対応ができました。そして従来ですね、クローラーからのボットです、ボットからのクロールが中心でしたので、ユーザーへ直接影響を与えるようなことは気にせずに導入が可能でした。ただし問題としてですね、やっぱり事前にステージング環境やテスト環境でのね、テストがですね限定的だったことがあります。本当にボットはクロール来るのだろうか、 SXG を取りに来るだろうか、アンプは本当にですねキャッシュされて SXG として提供されるだろうか、こういったところはですね、リリース後じゃないとわからないですね。インターネットにさらしてみないとわからないような状況です。これはやっぱり最初に導入するとしては非常に不安ですよね。ですのでクローラーのシミュレーターだったりとか SXC のバリデーターだったりとか、事前に検証できるツール類というのはもうちょっと充実してほしいなとアンプチームには要望したいと思っております。次ですね、導入に関する注意事項です。一つだけです。本当にアンプコンテンツの中身をちゃんと把握してください。これは本当にキャッシュ可能なコンテンツか、個人情報とかですね、セキュリティ情報が入っていないか、具体的に言うとキャッシュコントロールプライベートとかですね、セットクッキーなどしているようなコンテンツはダメです。外部に漏れていけないようなヘッダーとかですね、含まれていないか十分注意した上で、行いましょう。これはですね SXG ファイルというのは外部に保存されるものです。いくら有効期限が切れても、そのまま残されて自動的に消えることはありません。セキュリティ事故には本当に気をつけた方が必要があります。でもう一つですね、いくつか注意事項としましては、セームオリジンになったことでエラーになってしまうようなコンテンツがあります。アンプアイフレームですね、我々としてはちょっとクロスオリジンで使ってたのがそのままセームオリジンになってエラーになってしまったりとか、あとリダイレクションとかですね、エラーを200番で返すようなことをしているとなかなかクローラーボットとの相性が悪くなって、注意が必要です。最後にですけれども、今後の課題という形で、先ほど言いましたように証明書が90日になります。ですので、運用的にですねやっぱり、サービスが増えてくると、非常に大変です。証明書更新をデジサートの API と連携して自動化することを現在予定しています。そして、認証局を制限させる、CAA の設定も、進めています。で今後ですね、2、3ヶ月後にソフトウェアがトランスフォーマーとかですね、ソフトウェアがバージョンアップしていくという宣言がされてますので、それに向けても、追随していくように今準備を行っています。でもう一つはですね、Android 端末と iOS 端末、この2つがアクセス来るんですけども、現在サポートしているのは Android だけです。未サポートの端末との併用をどういうふうな形にしていくのかというのはこれからの検討事項です。そして、直接、アクセスが来るものに対してインフラをどう、増強していくのかといったことも考える必要があります。最後にですね、次にレポートの機能とかですね、バンドルの機能が入ってくる予定です。こういったものに対する準備も必要だというふうに考えております。次はYahoo 検索の対応について宗像より説明させていただきます。はい、ではここからは Yahoo 検索の取り組みということで Yahoo 検索フロントエンドチームの宗像から発表させていただきます。まず最初に Yahoo 検索のアンプ対応についてです。Yahoo 検索では2017年11月からアンプ対応を開始しました。テンブルリンクス、いわゆるオーガニックの検索結果とそれに紐づくリッチリザルトの一部でアンプ対応サイトの表示を行っています。アンプ対応サイトにはおなじみのアンプアイコンが表示され、Yahoo 検索オリジナルのアンプビュアが実装されています。次に先ほど説明にあったサインドエクスチェンジについて、Yahoo 検索上でこのサインドエクスチェンジがどのように動作するのか、高速表示のためのリソース先読みについても注目しながらお話ししたいと思います。Yahoo 検索上でサインドエクスチェンジの動作は現在実施中のデベロッパープレビューで確認することができます。こちらにデベロッパープレビューにアクセスするための特別な URL を用意しますので、対応端末をお持ちの方はぜひお試しください。今日は
せっかくの機会ですので、先ほどアニメーションでお見せしたところを実際にこのデベロッパープレビューでデモとして動かしてみたいと思います。はい、では左側のスクリーンにご注目ください。デベロッパープレビューの検索窓からサインドエクスチェンジ対応サイトを検索します。ここでは先ほどのですね、品川プリンスホテルの N タワーを検索したいと思います。はい、こちらですね、品川プリンスホテル N タワー。はい、映ってないですか？はい、失礼しました。こちらですね、品川プリンスホテル N タワー、こちらがサインドエクスチェンジ対応サイトに、なっています。サインドエクスチェンジ対応サイトには、アンプアイコンに加えて、SXG、こちらの表示が追加されています。はい、では実際に、クリックして遷移してみたいと思います。はい、非常に高速にページが表示されたのが分かると思います。URL、こちらですね、検索結果の SearchYahooCOJP ではなく、オリジンであるトラベル YahooCOJP の URL が表示されているのが分かるかと思います。はい、ちょっと見えにくかった方もいらっしゃると思うので、ぜひお手元の端末でも、ご覧いただけたらと思います。はい、ではスライドに戻って、このサインドエクスチェンジの動作をもう少し細かく見ていきたいと思います。まずこちらのシーケンス図をご覧ください。サインドエクスチェンジ対応サイトを含む検索結果の表示、アンプキャッシュに対してサインドエクスチェンジファイルの先読み、そして関連するサブリソースの先読み、そして当該サイトへの遷移までの流れを簡単に示したものになります。では実際にこの流れに対応する Chrome のデベロッパーツールのスクリーンショットを用意しましたので、実際に見ていきたいと思います。はい、こちらが先ほどのデベロッパーツールの、検索結果画面になります。この場合ですね、この Yahoo トラベルのサイトがサインドエクスチェンジ対応サイトになっています。この時、アンプキャッシュに対してサインドエクスチェンジファイルの先読み処理が実行されるのですが、これにはリンクタグのプリフェッチ機能が利用されています。こちらが実際の HTML になります。A タグの href に指定されたアンプキャッシュの URL がリンクタグの href にも指定されているのが分かると思います。この時の通信を見てみます。プリフェッチのリクエストに対してアンプキャッシュがサインドエクスチェンジのレスポンスを返しているのが分かります。次にバリデートされたサインドエクスチェンジファイルから署名済みのアンプドキュメントを取得します。署名済みのオリジンであるトラベル YahooCOJP として認識され、from サインドエクスチェンジという表示も確認できます。この時のレスポンスヘッダとしてクリティカルリソースとなるサブリソースが指定されており、この指定に従ってブラウザはサブリソースの先読みを実行します。実際にいくつかの JavaScript ファイルが読み込まれているのが確認できると思います。これでサインドエクスチェンジ表示前の準備はすべて整ったことになります。実際にサイトへリンクをクリックし遷移した画面です。サインドエクスチェンジファイルがブラウザキャッシュから読み込まれ、サインドオリジンとしてアンプドキュメントを取得、サブリソースがブラウザキャッシュから読み込まれているのが分かると思います。このようにサインドエクスチェンジの表示はブラウザの既存機能を利用した非常にシンプルな方法でリソースの先読みを行って高速な表示を実現しています。以上、Yahoo 検索の取り組みということで紹介させていただきました。最後にですね、私たち Yahoo Japan はユーザーファーストを掲げ、最高の課題解決ができるサービスを目指しています。そのためにアンプやサインドエクスチェンジなどの最新技術の取り込みをこれからも積極的に続けていきたいと思っています。以上となります。ありがとうございました。